皆さんこんにちは、とくまりです。今日は2024年買ったものトップ5、ベスト5やっていきたいと思います。で、いつも言ってるんですけど、なんかそのミニマリストのくせに買ったものを紹介することによって購買意欲をね、かき立てるみたいなものって逆効果だなと思ってるんですけど、そんなこと言ってもしょうがないんで、企画なんでね、やっていきたいと思います。で、実は2023年もやってるんですよ、同じこと。去年の今頃もちょうど同じことやってて、で、今年も一応やっとかないとなっていう感じでね、やっていきたいと思います。コントだと思ってくださいね。ほんとね、このチャンネル真面目に捉えないでくださいね。で、今年もね、よく買ってきましたよ、本当に。買ってきてる。で、なんか調べたら、僕持ち物リストをつけてるんですけど、やっぱり、物の耐久性によって、その買う年と買わない年ってのが交互に来てるなってことに気づいたんですよ。だからものすごくその入れ替えの時期とか、何か新しい、古いものが壊れて新しいものを買う時期っていうのはどうしても重なるんで、そのむちゃくちゃ買う年と買わない年っていうのが連続でこういう風に来てるんですよね。で、2024年、今年はね、自分にとって結構入れ替えとか、物が壊れてね、古くなって、リプレイスするみたいなものが多かった年です。で、一応ね、買ったアイテムが何個買ってるか。今年だけで発表します。43個物を買ってます。そしてその合計金額いきますよ。ババン !121 万5095円です。43個のアイテムを買っていて121万5000円使っていると。はい。で、これ高いなって思う人も安いなって思う人もいるかもしれないんですけど、僕の場合は個人事業をやっていて、自分のその事業のものとか、経費で使うものとかも買ってるので、いろいろそういうものが合算されて120万っていう値になっているということ。で、これ参考までに、去年ですね、2023年は、1年間で買った買い物の合計金額が14万9000円でした。もう全部含めてですよ。その服とか、いろいろ電子機器を全部含めて14万9000円だった。1年前はね。で、今年はだからそれが120万になっていると。だからこういう風に、もう本当今年はもうむちゃくちゃ買う年だったなっていうことなんですよ。振り返ってみると。で、持ち物リストをつけているとそういう風に自分がいくら使ったかとか、1年間で何個実際にその物を買ったのかみたいなものがもう見えてきます。で、列にですね、年数を書いてるんですよ。2023、24。今年買ったものは24って全部つけておくと、最終的にそれを相当した時に全てね、今年買ったものが見えてくるので、これ、ぜひね、金額とか買ったものを把握したい人にはおすすめです。やってみてください。で、その中で結構ね、今年入れ替えたものがやっぱり多かったりするんで、結局同じもの買ったりしてます。同じパンツをまた買い直したりしてるんで、あとはもうネスカフェゴールドブレンドはこの中に含まれてないんで、もうネスカフェゴールドブレンドはもう毎月のように買ってるから、何本買ってんだろうな。その数はね、消耗品の数は数えてないんですよ、僕は。だから、その消耗品の数を数えてみてもいいかなって来年はちょっと思ったりもしてるんですけど、とにかくネスカフェはむちゃくちゃ買ってますね。だからそれは入ってないってことです。はい。その中で、だから43個買ったアイテムの中で自分が今年買ってよかったなんてものを5個紹介していきたいと思います。でね、もう、どれも必須なので、順位をあまりつけれないんですよ。全部必要なんで、順位は、暫定というかある程度だと思ってください。だから僕にとって良かったなって思うものを5個紹介していきます。はい。すべての持ち物はノートの方でリスト作ってますので、興味ある方はそちらもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。それでは、ベスト5からいきましょう。ベスト5。じゃじゃん。はい。これですね。ワイルドスイングスのハッピージャケットタイプ2。はい。これこの間のワードローブ紹介で紹介しています。はい。これがベスト5です。で、本当にもう冬服をね、これまではそのシーズナルアイテムそんなに持ってなかったんですけど、なので、いつも登山ウェア、レインウェアでやってました。でね、2023年寒すぎてね、もう凍えてたんですけど、もうずっとね、こうやって。で、ようやく今年これになってもう快適ですね。ちょっと分厚いジャケットね、冬必要だわ、これ。これまでなんで使ってなかったんだろうって思いました。本当に。もう普通の人っていうかね、当たり前だと思うんですけど、皆さんの中では。でもそのエクストリームミニマリスト持ち物最小化したいので、どうしてもその登山ウェアのレイヤリングでやっていくと。
もちろんそれで全然、いけるんですけど、まあ、生きれてるってことなんでね。ただやっぱりその一つね、ざっくり羽織れるような、ちょっとこうダウンの入ってるようなジャケットがあると、やっぱり冬は楽だなと思いますね。そういう意味で5位に選んでます。はい、じゃあ続いて第4位なんですけど、第4位はこちらです。今ちょっと撮影してるんでお見せできないんですけど、ソニーの α7S Mark III です。はい。このカメラですね。で、結局、まあ今までずっとフルサイズ使ってて、で、いろいろ紆余曲折して、今年はね、ソニーのカメラを3台試してきました。一番最初にソニーの ZV-E10 だったかな。ミラーレスの ZV-E10、ミラーレスカメラ試して、それから、ZV-1F、ZV-1F で、F ね、コンパクトカメラ。コンパクトデジタルカメラ試して、それから、ソニーの α7S Mark III になってます。だから結局、僕の使用用途としては、やっぱりフルサイズの方が良かったってことですね。そういう結果になりました。だからいろいろ、まあそこもこう試しながら、そこで使った金額とかね、お金も結構かかったんですけど、まあ結局そういう風になりましたね。で、やっぱりまあ重くなったりとか、移動のちょっとハンドリングが悪くなったりはするんですけど、まあなんか一つゴロッと大きなおにぎりを持ってると思えば、まあ大体許容範囲というか、まあカメラはどうしてもこういう風に映像を撮る場合には必要かなっていう結論に至りましたね。全然iPhone だけでやれないことはないんですけど、iPhone って結構カメラだけじゃなくて、やっぱりどうしてもこれでメモしたりとかね、作業したりとか、あとは僕の場合はテザリングやってこれでインターネットやったりとかね、PC につないで。だからいろんな用途があるんですよね。だから、やっぱりそういう風なことで使ってる時には、これで撮影ができないってことになってしまうんで、やっぱどうしてももう一台ね、その撮影用のカメラっていうのがいろんなシーンで必要になってきます。で、もちろん仕事でもそうだし、仕事ではまあ、レンタルっていう手法を取ってたんですけど、その部分のコストカットにもつながるんで、自分の場合はそれを導入したっていう経緯です。で、まあしばらくもうこのセットアップでいくと思いますね。まあ、例えば、どこかに移住しなきゃいけなくなったとか、急にね、そういう風になって、ものすごく身軽さの方が重視されるようになれば、また iPhone 一つに戻るかもしれないんですけど、しばらくは、カメラ一台体制でやっていくと思います。ものすごく気に入ってます。まあ、細かいこと言ったらいろいろあるけども、なんか 4K がとりあえず撮れて、このコンパクトさと、このバッテリーの持ちと、このクオリティ、映像クオリティのバランスっていうと、もうこれでいいなっていう気がしますね、全然ね。はい、続いて第3位はこちらです。ババン。ペリカンのスーベレン400。ペンですね。はい。ペンになります。これですね、僕が買ってよかったものは。もうものすごく毎日使ってますね。で、基本的にデジタルベースなんですけど、やっぱり紙に書いて、考えたりとか、結構僕の場合、割とポッドキャストをやるときに、ざざっとこう、メモしたりとかね、なんかラジオの時のメモに使ったりとか、すごく重宝してます。で、ローラーボールで、なんかこういう風な感じで、ボールペンなんだけど、実はなんか万年筆、じゃなくて、万年筆みたいなんだけど、ボールペンっていうね。まあそういうペンなんですけど、高品質で、ものすごくね、なんか、色とか手触りとか、この重さとか、ちょっと気に入ってますね。で、まあリフィルっていうか、中、芯を変えられるんで、もうなんか、一つあればずっと使えるみたいな感じで、これは今年買ってよかったなと思います。で、僕が唯一使っているペンになります。もうこれしか持ってません。なんかボールペンとかがね、こういろいろ、ボールペンって結構気づいたら増えやすいアイテムだと思うんで。で、この間ツイッターに書いたんですけど、家具に100万使うより良いペン1本。持ち運べるものだけが本当に必要なもの。人生も引っ越しも軽い方がいいっていうね。まあツイッターではだいぶ、いろいろ、かっこつけた言葉、時丸田中のエッセンスを濃縮した言葉を、書いてるんですけど、そんな感じで、まあ、家具にね、100万円使うよりも、まあ持ち運べるこれだけ。がある方が自分にとってはいいかなと思ってます。なんかやっぱりデジタルになって、まあ主体の世の中だからこそ、なんか自分のこうなんか痕跡を残すっていうのかな、こう腕で思考するみたいな、紙とペンで考えるみたいなことって結構いいなって思うんですよね。なんかそれでこう、新しいことが生まれやすいのかどうかわかんないけど、そこは。でもなんとなく書いていくことによって、なんかこうデジタルとは違うアイデアとかそういうものが出てきてるような気もするし、あとはちょっと思い立った時とか、あと寝る前とかですね。寝る前とか、僕は基本的にもう夜中の8時以降かな。8時ぐらいになったらもうスマホ基本的に触んないんで、そうなってきた時に、
もうこのペンと紙。うん。何か思いついた時はもうペンと紙使ってますね。うん。それで、睡眠の質も上がるっていうね、なんかそういう感じになってます。はい。第3位、ペリカンのペンでした。これも紹介動画上げてるんで、もしよかったら見てください。はい、続いて第2位です。第2位はこちら。エヴァニューのチタンカップ 400FD になります。はい。まあ、これも何度も紹介してますね。紹介動画上げてんのか多分ね。あと、マルチティッシュっていうこの蓋もついてますね。で、蓋は別売りなんですけど、こんな感じで。で、まあ、唯一持っている私の調理器具です。もうこれだけでやってます。で、これ買ったの今年かっていう感じなんですけど、なんか自分にとっては。で、それまではずっと同じチタンのモデルの580ってものを使ってました。で、それはまあ容量が 580ml 入るっていうものなんですけど、それをね、もう一回り小さくして、この 400FD、これは 400ml のお湯が沸かせるようになっています。でもね、実際ね、400ml って言っても、この満パンで 400ml の状態だから、実際は250から300、いけて320ぐらいかな、が限度だと思うんですよね。で、これで、基本的に味噌汁を作ってます。で、味噌汁しか作りません。自分の家で自炊するときはね。外ではもう好きなもの食ってんですけど、基本的にもう、玄米菜食なんで自分は家で食うときは。で、これで味噌汁を一杯だけ作って、あとは納豆とか、そういうちょっとした魚とかを添えて、これだけでも食事してますね。快適です、むちゃくちゃ。で、お湯を沸かすのもこれだし、だから、ネスカフェも毎朝これで作ってるし、そんなもんかな。で、こっちのマグカップの方はね、マグカップの方でいろいろそのシリアルとか、オートミールとか食べたりはするんですけど、自分がほんと使ってるもう、キッチン用品ってこれだけなんだよね。これとフォークだけなんですよね。だからそういう意味で、これを選ばせてもらいました。毎日使うっていうことと、これがないと食事ができないっていう、だからもう本当に必須アイテム、エッセンシャルアイテムって感じになっています。で、重さも軽くて、もうこれでむちゃくちゃ軽い。120g ぐらいかな。120なかったよね。ちょっと重さ忘れましたけど。蓋合わせて多分100もなかった気がしますね、重さね。で、山に行くときはこれに、バーナーを入れて、で、そのままバッグに入れて持ち運びます。だから山で食事をするときと、家で食事をするときのもうシステムが、もうこれだけで完結してる。共通にしてるって感じです。まあ最初はその580から400に落としたときは、これちょっと難しいかもなとは思ったんですよね。というのも、カップラーメンとかラーメンを食べるのに結構ギリギリのサイズなんですよ。で、580だと結構一回り大きいので、それでその鍋ができたりとか、その味噌汁以外のなんていうかな、ちょっとこう煮込み系だったりもできるし、その袋麺とかね、そういうものとかパスタとか、そういうものが簡単に作れたんですけど、これだとね、作れないことはないんだけど、こう麺をパキパキと折って入れて、ちょっとコンパクトにしてギリギリの容量って感じ。でね、そのギリギリさが、まあ自分のその体調とか体質とか、あとその取る食事の量とかにマッチしてるんですよね。だから、これは多分自分だからこそフィットしてるわけであって、ちょっと完全にその真似できることではないとは思うんですけど、食事の量が多い人とか、取る食事の量が多い人にとっては、ちょっと物足りなくは感じると思うんですけど、もしそんなに食べない人とか、そんなにカロリーを必要としない人にとっては、これだけで全然いけますね。ちょっとその調理の仕方を工夫したりとか、する必要はあるんだけども、一回やってしまうと、これを手放せなくなると思いますね。はい。もうそれくらい、もう毎日使ってる必須アイテムです。エヴァニューの 400FD。で、1年使っても全然壊れない。ちょっとこう色がついてきて、なんか味出てきましたけど、全く壊れる気配もないし、で、チタンで丈夫で軽いっていうね、もうそもそものその特性。そしてこのなんかシンプルなね、ここにこうグッと収まってるようなこのミニマルなデザインとか質感とか、そういうのも気に入ってますね。はい。ということで、エヴァニューの 400FD です。を選ばせてもらいました。今年買って良かったもの、ベスト5の最後、5つ目なんですけど、こちらを選びました。ちょっといろいろ迷ったんですけど、こちらです。はい。ハイパーライトのミッドワン、テントになります。一人用のシェルターです。で、これも 500g なくて、むちゃくちゃ軽くて、で、夏前に買って、で、これでもう5回ぐらいかな、テントワーク、キャンプしてきました。でね、
このテントは別に初めてではなくて、その前にも一時期使ってたことがあって、それはシックスムーンデザインっていうね、アメリカのブランドのテントだったんですけど、それも軽い部類で、ナイロンで、割とコンパクトで使いやすいモデルでした。でね、コロナ禍が明けてからかな、コロナ禍が明けるぐらいに、そのコロナ禍の時って結構もう山に入る頻度がめちゃくちゃ増えたんですよね。で、自然の中入ったりとか、めちゃくちゃ旅に出てた。もう毎月のように旅に出てたんですけど、それがね、コロナ禍が明けて、世界が通常に戻ったじゃないですか、割と。で、そうなってから、もう頻度減るかなと思って、で、やっぱシーズナル的な、こういうものに、毎日使っているものに比べたら、やっぱり山道具とか、アウトドア用品っていうのは、1年の中で使う頻度がないので、手放そうと思って手放しちゃったんですよね、その前回のやつを。で、その前回のやつを手放して、で、しばらくして、で、また結局同じようなテントを買い戻したわけですけど、やっぱりこれは自分にとって必要だなってのを再確認しましたね。それはなぜなら、このテントがいいとか悪いとかってそういう話以前の問題で、このテントを一つ持つことによって自分の経験とか行動範囲が圧倒的に広がるんですよ。それは、まずこれがないと山の中で寝ることができない。寝ることができないんですよね。寝ることができないってことになると、山の冷たさとか、朝の空気の心地よさとか、夜の静けさとか、星の美しさとか、そういう、一泊を山で過ごすっていう、そういう旅のスタイルっていうのは、これがないと実現できないんですよ。そういうことに改めて気づいて、で、やっぱりテントっていうか、スリーピングアイテムは結構重要だなというふうに今年思ったわけです。で、これに付随してね、いろいろシュラフとかマットとかそういうのも買ってはいるんですけど、その中でもやっぱり、この一人用のシェルターは気に入ってますね、ものすごく。で、もう一応今年もうテストのフェーズは終わって、もう5回ぐらい使って問題ないなってことは分かってはきてるんですけど、ただやっぱりこの特徴としてはワンポールシェルターなので、ワンポールタイプのテントなんで、晴れる場所と晴れない場所が結構限られてくるなっていう感じはあって、例えばアルプスの中の岩が多い場所とか、あとは稜線で結構風が強い場所とか、そういうとこは向いてないんじゃないかなって思ってはいるんですけど、ただもう僕はもうこれしか持ってないし、これしか使う気がないんで、もうしばらくはね、これで来年もっとね、いろんなとこに行ってガシガシテストしていきたいなっていう気持ちです。はい。そういう意味でこのテントを第一に選ばせてもらいました。山だけじゃなくてね、いろいろ普通の平地のテント場でも使えるし、ちょっと旅行行った時に人ん家の庭を借りて、そこでテント張って、寝させてもらうみたいなこともできるんで、ちょっと嫌かもしれないけど、大きな家と庭を持ってて、時丸田中に庭を貸していいっていう人がいたら教えてください。これで泊まりに行くんで。はい。はい、ということで、今年買って良かったものを5つ紹介してきました。何かの参考になれば幸いです。皆さんもね、もしよければ、今年買って良かったものあれば、コメントで教えてください。そのミニマリストだからこそ、っていうのはあると思いますね。やっぱりね。そういうふうに物を激戦して選んでるからこそ、結構そういう人たちのベストバイっていうのは結構面白いなと思ってて、だから僕もいろんな、ミニマリストの人とか、あと山系のね、登山系の活動をやってる人たちのギア選びとかね、紹介させてもらってるんで、ぜひね、おすすめのアイテムを教えてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。パオパオ